落語、最上発言で NHK が怒られる。近頃は NHK が受信料制度は最上ですと言ったそうでございます。師匠、それはまた随分強気ですね。強気だ。強気だが、世の中には言い方ってもんがある。黙ってりゃまだしも、最上ですと来た。そりゃ、じゃあスクランブルにしてみろって声も出る。最上ってくれば、カレーでしょ？おいらはスクランブル好きですけどね。スクランブルとか食べ物の話じゃねえ。で、NHK は公共放送だからって言うんでしょう。言う。いつでも、どこでも、誰にでもだ。災害、選挙、教育、福祉、古典芸能。視聴率に左右されない放送をやるには、みんなで公平に負担してくれって話だ。公平な負担って、見てない人も払えってことですよね。そうだ。だが今時の人間は、ネットフリックスだのなんだので、見たいものだけ払うに慣れてる。そこへ NHK だけ、見なくても設備があれば払いなさいだ。そりゃ揉める。しかも督促を強めてるんでしょう。そこだ。去年の10月に特別対策センターなんてものを作って、3ヶ月で398件の支払い督促。来年度は全国で2000件超だそうだ。説明より先に封筒が強い。それはちょっと怖いですね。そこへ来て最上って自画自賛。そうすると、最上って自分たちの給料最上位って意味じゃねえって話にもなる。そうなると NHK の人たちどれくらいもらってるんだって話にもなりますね。ああ、そこ行きますか。行くとも。NHK の求人では35歳モデル年収が660万円。日本の民間平均は478万円だ。そりゃ公平負担と言われた方は、そっちはだいぶ立派ですね、となる。立派ですね。で、NHK を辞めた偉い人が行くような関連会社も高いんですが、そこは公式の横並び表がきれいにあるわけじゃねえ。だが、公開されてる社員投稿型の数字を見ると、NHK テクノロジーズ576万、NHK エンタープライズ974万なんてのもある。もちろん投稿型だから幅はある。だが世間が高そうだなと思うには十分だ。NHK に勤めたいくらいです。なおさら制度の押し付けに見えやすいわけですね。そういうこった。こっちは見てないのに払うのかと思う。向こうは公共のためですという。その上督促まで強くなる。で、給料は平均より高めに見える。これで最小ですと言われたら火に油だ。じゃあ師匠、スクランブル化すればいいんですか？そこは簡単じゃねえ。NHK の理屈としては、スクランブルにするとよく見られる番組ばかりになって、災害や教育や文化が痩せるって話なんだ。理屈は一応通ってる。じゃあ何がまずいんです？簡単だ。制度の理屈は立てる。督促も強める。でも世間がなんでと思うところの説明が足りねえ。しかも最上とまで言っちまう。だから怒られる。なるほど。最上ってのはな。自分で言うとこの上なく下品なんだ。お後がよろしいようで。このチャンネル最上でしょ？チャンネル登録よろしくお願いします。ここから師匠のニュース解説です。今回の話でまず確認できるのは NHK が受信料制度を公共放送の根幹として守る立場を明確にしていることです。NHK 公式はいつでもどこでも誰にでも確かな情報や豊かな文化を分け隔てなく伝えることを公共放送の役割とし、
その財源が受信料だと説明しています。また、スクランブル化については、公共放送としての役割と矛盾し、番組内容の画一化につながる懸念があるという立場です。一方で、NHK は未払い対応をかなり強めています。2025年10月に受信料特別対策センターを設置し、10月から12月の3ヶ月で398件の支払い督促を実施しました。2026年度は全都道府県で年間2000件を超える規模へ拡大する予定です。制度の正当性を語るだけでなく、実際の執行も強まっているわけです。ここで世間の反発を強めやすいのが、給与水準の見え方です。NHK の公開求人ベースでは、35歳モデル年収が660万円と示されています。これに対し、国税庁の2024年分民間給与実態統計での平均給与は478万円でした。単純比較には注意が必要ですが、平均的な日本の給与水準より高めに移るのは確かです。関連会社については、公式の一元的な平均給与一覧は見つけにくい一方、公開されている社員投稿型データでは、NHK テクノロジーズが約576万円、日本放送協会が779万円、NHK エンタープライズが974万円などの数字も見えます。これはあくまで投稿ベースで公式統計ではありません。ですが、NHK グループは全体として高そうだという世間の印象を補強するには十分です。要点まとめ。今回のポイントは3つです。第1に、NHK はスクランブル化を制度理念の面から明確に拒んでいる。第2に、未払いへの支払い督促は実際に強化されている。第3に、給与水準が社会平均より高めに見えることが、公平負担という説明への反発を強めやすい。つまり今の反発は、単なる NHK 嫌いではなく、制度の説明不足、執行の強化、そして組織の見え方、この3つが重なっていると考える方が自然です。出典 NHK 受信料の窓口、受信料制度とは、公平負担に向けた取り組み、NHK 支払い督促、2026年度、すべての都道府県で実施、過去最多2000件超へ拡大。同田掲載求人、日本放送協会の平均年収、年間給与所得情報、国税庁、令和6年分民間給与実態統計調査、オープンワーク、オープンマニーなど、公開投稿型データ、NHK テクノロジーズ、日本放送協会、NHK エンタープライズの年収投稿例、師匠でした。お後がよろしいようで、高評価、チャンネル登録、LINE で拡散、お願いできれば幸いです。